皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は歴代変な弾幕ランキングトップ5を解説していきますよ。東方プロジェクトのキャラは癖のある子が多いけど、それが弾幕にも反映されているんだよな。そう、一体どんな弾幕を放ってくるのか注目ですよ。それでは早速授業開始です。それでは変な弾幕ランキングトップ5は東方高魔教で、二面ボスを務めたチルノです。氷の妖精で高魔間近くの湖に住んでいるんだぜ。ちなみに家は氷で作った鎌倉。妖精らしくて可愛いな。二次創作ではよく高魔教二面道中で出てきた大ちゃんこと大妖精や、ルーミアやリグルあたりの一面二面と住んでいることもありますね。チルノの能力は霊気を操る程度の能力、文字通り霊気を操ることができて、小さいものなら瞬間的に凍らせられるほか、熱いコーヒーを凍らせたりの形の氷を作って飛ばしたり、鯉のいる水中に氷の殻を作って鯉と水が入った氷のボールを作ったりとかなり器用です。熱いコーヒーを凍らせれるってことは霊気の温度やばすぎるぜ。カエルを瞬間冷凍した後元に解凍するのがお気に入りの遊びとのこと。これが原因で二次創作ではカエルをモチーフとしている諏訪湖が珍しく起こるといったことがありますね。こういったようにチルノは妖精の中ではすごい力を持っていて、能力も器用に扱えることができ、さらに氷を剣にして戦えることができるのですよ。前回の授業で東方思想転速にて表符、ソードフリーザーという剣術のスペカも使用していたことが分かったよな。ちなみに二次創作では、スイカバーを剣代わりにして使っているイラストが見られますよ。弱そうだな。威力300万あるらしいです。いや第一形態フリーザ様の戦闘力余裕超えやないか。またチルノは氷の妖精にもかかわらず、剣カッパやくて熱い性格の持ち主、妖精共通である無鉄砲なところもあり、大釜に食べられているところを綾にスクープされたこともあります。そんなチルノの通称はマルキュー、つまりおバカちゃんという意味ですね。ほう、霊夢部長なんでチルノはマルキューなんだよ。それは今回の変な弾幕ランキングにも関わってきます。おバカと呼ばれる理由の一つは、高魔教の氷フアイシクルフォールというスペルカードのイージーでの安全地帯ですね。安全地帯そのものはエクストラボスのスペルにも存在することがあるのでこれ自体は珍しいものではないのですが、チルノの場合は安全地帯の場所がよりにもよってチルノの目の前だったのですよ。なるほどね。それについてズンさんはなんて言ってるんだ？ズンさん曰く、スペカの安全地帯は偶然できたものであるとのこと。皮肉にも運命的だな。しかもあまり狭くないので適当に真正面に行くだけで入れてしまいます。そして、東方海塚でのマニュアルの画面説明に丸1時期などの説明に混じって、チルノのところに丸9、その下の説明欄に9。バカと書いてあったことから、おバカちゃんであることの公式設定と丸9があだ名や愛称となっていますよ。チルノがおバカちゃんなことはまさかの公式認定されていたのか。それからは、東方界隈では数字で箇条書きするときしばしば9番目に9バカと書かれてしまうようになりました。とはいえ、妖精全般が子供っぽいということです。綾が三妖精を取材した時も会話が幼稚園児というほどだしね。さらに、東方部門式では湖の妖精のリーダー格と書いていて、やはり力は他の妖精と比べても群を抜いてますよ。子供っぽいチルノの成長後がどうなるか楽しみだぜ。チルノの目の前が安全地帯という変な弾幕ということで第5位とさせていただきました。毎回思うんですけど貝塚の立ち絵めちゃくちゃチェケラっていますよね。変な分析しなくていいから。それでは、変な弾幕ランキング第4位は小野塚小町です。種族は死神で、式英気の部下で三途の川の渡し森をしていますね。非常にマイペースな性格をしていて、よく仕事をサボっているぜ。彼女はデスノートのように死神の目で相手の寿命を見ることができるようですが、ヤガミライトのように自ら相手を殺して死に導くようなことはしていません。おいレイムーバナナくれよ。立ち絵で見る限り、東方のキャラクターで一番背が高く、だいたい170センチ弱はあって非常にモデル体型です。そしてやはり卓越した胸。絶対授業中に1回は下ネタ言うよねこの人。1日10回は目標にしています。ひどすぎる目標。東方キャラの立ち絵の中では、非常に胸が豊かに描かれているように見えますね。レイムさんがこれ以上語らないように、気になる方はこちらの保険の授業を見るといいぜ。たくましそうなイメージがありますが、上司の式様に怒られた時はキャンと可愛らしく泣きます。初登場のために練習したらしいですよ。いやそんなわけないやろ。このようなセリフやサボり癖からアホの子なイメージがありますが、人を見る目があり、なんといっても貝塚のセリフから見て、閻魔の式様直々に雇ったようなのでかなり優秀な部下でしょう。そんな小町の弾幕はなんと豪快に小銭をばらまくのです。いやなんでお金を投げるんだよ。見た目通りの江戸っ子気質だからでしょう。小町は陽気で話好きなのですが、いつも喋れない幽霊を相手にしているせいか一方的に話すことが多く、しかも上司の英気に影響されてか少々説教臭いですね。なるほど、小町の性格上気前の良さからお金を投げつけるのか。この小銭は私ちんとして死者から受け取ったものであり、
そのまま小町の投げ銭となるのですよ。ちなみにこの渡し賃の額が高額であるほど、三途の川の距離は短くなり、渡し賃を支払えないものや、ケチるようなものは三途の川に放り出されてしまうようだぜ。だから三途の川を無事に渡れるかどうかは、この渡し賃にかかっていますね。まあ私は泳いでいきますがね。死んでも節約するのかよ。渡し賃は徳の高い死者ほど多く持っていて、そのため普通死神は徳の高い死者を優先して運ぶのです。しかし小町は悪い奴の体験談も面白くて分け隔てなく運んでいるようで、英気には欲が足りないと叱られているんですよ。小町いい子なんだな。弾幕に使用した分はちゃんと回収しているのか不明です。彼女のことだからそのまま帰ってそうだよな。ちょっと小町と弾幕ごっこしに行ってきます。いや女神ん玉のキリちゃんみたいになってるよ。それでは変な弾幕第3位は、東方神霊廟4面ボスセイガーヨシカの弾幕です。ジャセンとキョンシーの弾幕はせこそうだな。まずヨシカの操り主のセイガなんですがセイガニャンニャンという可愛い名前で呼ばれることもあります。ニャンニャンとは、東京の女神の呼び名のことらしいぜ。自分のことは覚醒画で名乗っていますね。東方神霊廟の時は巫女が眠る霊廟をヨシカと共に守っていました。練炭で鍛えた頑強な肉体を持ち、様々な妖術を操ることができます。1000年以上生きていて、さらに体を若く保ち続けているのは、1000人の中でも数少ないものの一人とのこと。実は巫女からしたら聖画合唱。しかし1000人とはいえ彼女は邪戦で、白蓮が彼女から非常に強い邪気を感じると言っていて、退治も視野に入れているほど、温厚な白蓮が動こうとするほどなのか。この可愛らしい見た目からは想像できないほどの邪気の持ち主で、すごく面白いキャラですよ。中国から来た邪戦で、ズンさん曰く一番1000人っぽいキャラとのこと。確かに1000人って変わった人が多そうだもんな。そしてヨシカの方は日本に来てからであったので日本人です。ヨシカなんですが東方神霊廟では、ステージ3のボスとして妙蓮寺の墓場を口に登場しています。そんな彼女の種族はキョンシー。キョンシーは中国の死体妖怪の一種で、硬直した死体であるのに、長い年月を経ても腐乱することもなく、動き回るもののことのようだ。術師に蘇生させられた、日本古代の人間の死体、つまりゾンビですね。彼女の操り主は、先ほども言ったように4ボスである覚醒画です。聖画からはとても可愛がられています。その可愛がり方が異常で、本人曰く腐ってて可愛いでしょ、とのこと。可愛いの概念を覆しているぜ。3面で吉川一旦撃破されるのですが、次のステージ4ボス戦で、吉川聖画の手下として妙蓮寺墓場の下にある洞窟の、夢戸の大死病へ続く扉の前になんと復活して再登場。プレイ画面を見てわかる通り吉川、聖画のオプションとして戦闘に参加します。聖画は吉川を盾にして弾幕を撃ってくるという、いかにも邪戦らしい戦法を取ってきます。せこすぎるだろこれ。とはいえ、体力ゲージこそ表示されないものの吉川にもちゃんと体力が設定されていて、一定量攻撃を打ち込むと撃破できますよ。しかし、すぐさま聖画が力を与えて復活させ、勝負に復帰させてしまうのです。ボス戦での聖画の弾幕は、通常弾幕もスペルカードも全て吉川が参加しています。東方プロジェクトでいろんな弾幕を見てきたけど、全て参加パターンは珍しいよな。それだけ二人の仲がいいのでしょう。また撃破後は亡き立ち絵になっていますが、セリフはかなり余裕感があり、単独での彼女の真の強さが見えませんね。吉川主体ではありますが自ら体を動かし、弾幕を放ち、自分で考え、喋って会話をし、表情をコロコロ変えていますよ。それだけやはり聖画の術がかなり高度だということがわかるぜ。また一部スペルで出現する黒いオーラをまとった霊弾の弱偶分 AV は無双封印だろうがマスパだろうが、幽霊10体分の殺傷力を誇る老漢剣から放たれる六根症状残だろうが、消せない上ホーミングするのでとても厄介。彼女の邪念の強さがよくわかるぜ。これは道中で腕試しとして使われましたが、ガチの戦闘で使われたらとても強いでしょう。聖画は美しい仙人ではありますが、死体を操り者の生き方に誇りを持っているところ非常に面白いキャラですね。マリちゃんも私に操られてみませんか？断固拒否させていただきます。それでは東方変な弾幕ランキング第2位は、東方聖連戦ステージ3面ボスの雲井一輪雲山です。まず一輪ですが、村佐南津や虎丸将の仲間で、聖白蓮を慕う妖怪の一人で妙蓮寺のメンバーですね。ちなみに彼女が通常弾幕を担当しているぜ。妖怪入道の雲山と常に一緒に行動していて、その関係はもはや一心同体と言っても過言ではないほど、雲山が嘘をつくはずがないと言い切るほどだもんね。聖連戦で集めたヒクラの破片の見張り番をしていましたが、そこを訪れた主人公たちを賊と思い込み雲山と襲いかかってくるのですが、主人公たちがヒクラの破片をそれと知らずに持っていることを知ると、力任せに奪おうとします。それで雲山はどうなんだ？雲山は一輪と共に行動していて、自我があるれっきとした妖怪ですね。性格は頑固親父で無口ですが根は優しく、曲がったことが嫌いで、正々堂々としているものを好んでいます。
と思いきや人狼名鑑では頑固親父キャラは演じているだけとわかりました。まさかの頑固親父を演じているだけだったのかよ。ということは本来はどんな性格なんだろう？いつもは初タッコらしいですよ。それ誰も得点は。そんな雲山の能力は、形や大きさを自在に変えることができる程度の能力。この能力により自分の拳を巨大化させて相手にぶつける、つまり殴るという未だかつてない特殊な弾幕を放ってきます。それ弾幕ごっこで OK なんだ。どうやら剣だけでなく顔面なども大きさを変えることができるようですね。顔を巨大化させて目から複数のビームを放ったりと、常識外れのスペルカードを使ってきます。これは歴代東宝の中でもインパクト抜群の弾幕だな。蜃気楼から参戦した格ゲー作品ではその剛腕を豪快に振るい、バカでかい判定と圧倒的な火力を見せていますよ。そして勝利画面では木曜を頭に乗せて微動だにしない雲山と、それをポクポク叩く一輪が見られますよ。まさかド M 初タッコ？いやなんでそうなる？それでは東方最も衝撃的な弾幕を放つのは、東方鬼神城に登場した石板機です。おお、1位は初めて解説する石板機か。普段は人里で人間に紛れ、一人でひっそりと生活している妖怪であり、人間とも妖怪とも打ち解けられないプライドの高い性格の持ち主。なんとなくハスに構えてみてしまうようですね。ツンデレっぽい可愛らしい性格してるんだな。というか妖怪なのに人里に住んでいるなんて珍しいじゃん。しかしうちでの小槌の魔力に影響され、人里の近くで暴れてしまうのです。そこを霊村によって退治されて今は落ち着きました。二つ名は66尾の怪奇。石板機は種族などで主に66尾の妖怪性が語られていますが、その特性には中国の妖怪です。日本の66尾ではなく中国の妖怪だったのか。ただし首が伸びる方の個性から東方文化新報では、石板機が幻想郷に入り込んできた謎の奇病であるスマホ首の罹患者と誤解された記事が書かれ、当該週刊誌が出版自粛とならなければあらぬ風評の被害者となるところでした。綾野新聞妄想要素半端ないぜ。またジュラハンなど、洋の東西問わず首や頭にまつわる妖怪や怪異の伝承を含んでいますね。そんな彼女の能力は頭を飛ばせる程度の能力です。いやそれ能力なのかよ。自らの頭部を分離、さらには最大9つまで分身もしくは増殖させるという特技を持っています。ああ、確かにそう聞くと便利そうな能力だよな。そう、これで女風呂も覗き見できそうですよ。いやあんた女の子でしょ。弾幕ごっこではなんと頭を飛ばして時期を追いかけ回したり、さらには頭を増殖させて攻撃してきたりするのです。頭を弾幕にするなんてインパクトありすぎる。変な弾幕ランキング1位にふさわしい弾幕だな。スペルカード発動中に分離した首が迫ってくる様子は、もはや普通にホラー。そのため、胴体からの攻撃と頭による攻撃の2つに気を配らなければならなく、かなりトリッキーな弾幕ですね。頭がいっぱいあるのなんか可愛く見えてきた。首が外れるのはジュラハンなんじゃないのと思う人もいるかもしれないのですが、首が分離するタイプの66尾は抜け首とも呼ばれ、むしろこちらの方が中国の非当番の流れを組む日本での原型とのことです。なるほど。つまり中国の妖怪を元に66尾ができたのか。スペルカードには皮膚フライングヘッドというものがあり、AKB48 のフライングゲットのポーズをしたイラストが描かれることも、普段落ち着いてそうな晩期のフライングゲットは見てみたい。自分の頭を胴体から分離させ、前方位弾とロープ弾を打たせる技、体の一部を描いている東方キャラは既存の作品にも登場しますが、画面上で明確に身体欠損を描いたのは彼女が初でしょう。しかも弾幕として放ってくるんだもんな。そう、弾幕ではなく絵面でインパクトを出したスペカとしても晩期が初と言ってもいいでしょう。これは中国における同様の妖怪非当番を元としているからとされ、非当でフライングヘッドと名乗りますよ。なるほど、直訳すると変だけど、晩期が使うには問題ないな。また非当ジュラハンナイトも非常に面白く、浮遊する自身の頭部から開口線を打たせつつ、全方位にロープ弾を発射していく形式となっていますね。どのキャラも自分の個性を生かした弾幕で面白かったぜ。さて今回の授業はここまでにしますよ。視聴者さんが好きな弾幕があれば教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。